トシさん、お疲れ様です。今日は報告があってまいりました。はい、ということで、昨年の10月からスクワットの企画で210キロスクワット後輩企画としてやらせていただいてたんですが、ついに、昨日ですね、210キロ上げることができました。ありがとうございました。今回なんですけど、昨日の僕のそのスクワットの実際にやっているその試技を見ていただいて、ちょっとまた目標を再設定して、またこのスクワット企画第3章としてやっていきたいと思うので、そこについてまたアドバイスをいただきたいと思いまして、今回お願いしております。まずちょっと昨日の実際に、どれぐらい経ったっけ？夏から始めて半年？そうですね、企画が始まったのが7月からで、7月から始まったのがその200キロを目指す企画。ああ、そうか。で、それを1ヶ月半で達成して、そこからちょっと腰痛めたりして。そうですね、11月、12月はちょっとお休みして、また今年の1月からトレーニング再開してっていう感じで、まず200キロ。もう190あたりまでは、170から190あたりまでは結構同じ感じのスピードでできるようになってきて、結構200キロは、その今まで担いだ200キロの中で一番今回軽く立つことができました。こんな感じで軽いね。そうですかね。軽いと思う。結構今年入ってから順調にスクワットを伸ばすことができて、で来週からまた10レップでまたセット組んでスクワットをやっていこうと思うんですが、そうですね、250キロって現実的だと思いますか？ちょっときついんじゃない？ちょっとそれはきついと思う。ちょっとそれはやっぱきつい。俺多分前回の動画ぐらいで2年ぐらいかけて250、1年って言ったっけ？なんか前は順調にいってたから、いけるかなと思ってなんか250ぐらいわーって言ってたんだけど、今年中に250っていうのは結構多分しんどいと思う。だからまあ、どうだろうな、230ぐらいがまあ一番妥当なんじゃないかなと思うんだけど、今年中だと。今年中に、その現実的になんか目指せるところといえば230キロ、そこを目標にまたこれからやっていきたいと思います。ちょっと今回スカウトもある程度ここまでやってきて、ちょっと感じたことでちょっとアドバイスいただきたいことがあって、まずちょっと一つ目がその結構前後にぶれてかかとがすごい浮き気味になって立ち上がることもたまにあって、よく最近周りから言われるのはそのリフティングシューズ履いた方がいいんじゃないかっていう、これクロスフィットのシューズなんですけど、やっぱりそのクロスフィットシューズもある程度ウェイトトレーニングするようには設計されてるんですが、やっぱリフティングシューズに比べてどうしてもかかとというか結構ふわふわしてしまう感じがあって、ただ履き慣れてるっていう理由でこの靴をずっと履いてたんですが、そろそろリフティングシューズの方が安定するのかなっていうのがあるんですが、その方がいいと思う。この210もこう足裏がこう前後に遊んでるのがこうあって、でそれと同時に膝の関節がすごいこう不安定だから、まず足裏を安定させる。足裏ってもう地面を捉える一番重要な部分だから、そこを安定させた上でこの膝の動きを次安定させる、で骨盤の動きを安定させるって全部連動してるから、だからまあ靴は結構重要な部分だと思う。だからそれをまあ履き替えれば、まあ、5キロ10キロ伸びるって考えれば230、そこからまた強化して、やればいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ一番は、まあ、去年やって思うと思うけど、やっぱり怪我すると本当にもうできなくなっちゃうから、そうですね、だからしっかりこう積む練習をして、でこうやっぱり YouTube の企画にするってなると、こうやっぱりこの動画の映えるようにもう加賀君も頑張ってるっていうのは分かるんだけどでもやっぱり
そこもちょっと抑えつつ、なんかこう1年今年1年をかけてね、一番こう最後にいい状態に持っていってほしいから。そうですね、だから無理なく、やってほしいのと、それで余裕があればね、235とか40とかいけばいいだろうし、なんかやっぱり膝のこの内に入ったり外にっていうのがすごい気になったかな、210は。でもそれ以外の、重量に関しては結構いいかなと思うし、やっぱりその膝がこう左右になんか結構ぐらついてしまうっていう感じですかね。それは多分もう足裏のこの重心の取り方なんだと思うけど。でその年内にひとまず次の第3章で230キロを目指してやっていくんですが、今年中に230ということで、とりあえず今年の夏ですかね、夏あたりまでにどんな風な組み立てをして中間目標というか、やっていけばいいと思いますかね。川君がさっき言った通り、また10本から始めて、でまずは10本のそのマックスがどんどん伸びるようなトレーニングをしないといけないんだけど、でも夏場やっぱり暑いし、こうやっぱり筋肉もこうなんかちょっと元気なくなっちゃうシーズンでもあるから、そこもねこう様子見ながらでいいと思うんだけど、まずは10本でしっかり記録を狙っていく。だから前回が170ぐらいだっけ。10RMは170です。170。ごめん。10本換算、1本換算でそれだと220ぐらいだと思う。一回そこまで持っていって、またでそこから様子見ながらこう上げ下げしてこう調子をやっていけばいいと思うんだよね、夏は。やっぱり今回、前回のその200キロを取った時もそうだったんですが、このなんというか200を取った感触はまだいけるなっていう感じで、210もそこまで苦戦しないと思ったんですが、結構ギリギリだったっていう、慣れというか、その重さにしっかりと慣れていかなきゃいけないなっていうのは感じましたね。そうだね、やっぱりこう迷いがあるとどうしても、それが動きに出ちゃうから、ちょっとしたこう担ぎの位置であったりとか、こう肩周りがなんか固まっちゃうとね、いつもと違う位置に担いだりするだろうし、なんかそこの気持ちの部分もこう打ち破っていかないといけないだろうし、同時並行でそれもやらないといけない。そうですね、だから今回210やったからこう目標を230に設定して、たったもうこの20キロって、結構いけるかなと思うんだけど、でもやらないといけないことがすごいたくさんこれから増えてくるから、でそれと同時にこう疲労が溜まってこう抜けるまでの期間がまた結構かかったりするから、こっから結構こうしんどいと思うんだよね、時間かかって。で前回みたいに大きな怪我まではいかなくても、ちょっと1週間できないなとか、そういった期間もやっぱりどうしても入ってくるから、だからそこでねまた作り直したりっていうのをこううまく、やりながらこうやっていく1年になると思うんだよね、今年。結構自分が今なんか気をつけなきゃいけないなと思っているのは、トレーニング中に腰は、去年も怪我しましたし、今も正直、痛いのは痛いというか、できる中でもちょっと気をつけながらやっているんですが、ちょっと膝が、僕今まで膝を怪我したことがないんですけど、たまに、ウォーミングアップ不足なのか、たまに左膝が痛む時があるんですよね。なんか筋肉は多分成長してくれてるので、グッて上がるんですけど、なんか膝のこの上の部分というか、この辺りがついてこないというか、っていうのもあって、やっぱそれはウォーミングアップでたくさんなんか関節を動かしてから持った方がいいっていう感じ。あともう単純にやっぱり筋肉が大きくなるイコール、そのやっぱりこのくっついてる部分をこう引っ張ってる力が大きくなるから、だから常にこう緊張してる状態になっちゃうんだよね。だから大きくなるにつれて、そのストレッチの量であったりとか、そのねコンディショニングがすごい
ね、重要になってくるから、それもしっかりしないといけなくて、だから練習始まって動き始めれば結局できちゃうんだけど、その後がすごいダメージが大きくなっちゃうから、でそれで関節の消耗につながるし、練習前にどれだけそのコンディションを整えるかっていう部分と、練習終わった後も重要だろうし、アイシングとかも全部組み合わせてってなると、ちなみに僕がここ最近でやってるトレーニングの中では、そのトレーニング前に結構マッサージとかストレッチをしてしまうと、全然なんか力が入らないっていう風に感じることが多くて、なるべく正直スクワット前は僕ストレッチ全くやってないんですよね。もうシャフトでからのウォーミングアップでもう担いでいくみたいな、終わったら、ストレッチとか、マッサージガンで筋膜リリースみたいなのをやったりしてるんですけど、としきさん的にその、ケアの部分ってどういう風に？確かにその練習前にその筋肉を伸ばすようなストレッチをしちゃうと、その筋肉の出力が落ちてしまうかもしれない。それは分かるんだけど、でもその筋肉が硬い状態だと可動域が次狭まったりとかするから、だからコンディションがいい時は確かにしなくてもいい。でもコンディションが悪い時はその状態でトレーニングやるともう怪我につながるから、そこは割り切って今日は低重量でもいいからしっかりストレッチしてから練習に入るっていう風にやった方がいいと思う。で調子がいい時はもう何やってももう上がっちゃうから、それはいいんだけど、あとはなんかそれでもこう高重量触りたいなってなったら筋肉を伸ばすんじゃなくて、関節の可動域を広げるようなダイナミックストレッチをやった方がいいと思うんだよね。動的ストレッチ。そうなんか足を振り上げたりとか、横にこうストレッチかけてあげたりとか、そういった動きの中でこうストレッチ入れていくのが一番いいんじゃないかな。なるほど。じゃあ疲労が溜まってる感じでやることが多いので、なるべくそのトレーニング、ワークアウトセットに入る前にその動的ストレッチであったりとか、そういうのを行って、本当に調子悪い時は重量を下げてしっかりもうストレッチ入れてあげる、マッサージして、なるほど。それで、今回も去年もそのなんかイケイケどんどんでやってたら、その痛めて結局2ヶ月伸びなくて重量型落ちみたいなことが起きたので、あれをやってしまうと、その目標達成はもうほぼ不可能というか感じになってしまうので、ちょっと今回いただいたアドバイスを生かして、ひとまず来週からまた10レップやって、年内目標230、今年の夏に210よりちょっと増やした重量でできるように、頑張っていきたいと思います。というわけで第3章230キロ年内に取るのを目標にやっていきたいと思います。本日はありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。